こんにちは。こんにちは。What's up? って言った人絶対嫌や。はい、こんにちは。こんにちは、What's up です。今日は日本語の曖昧表現について話したいと思いますが、曖昧な表現について何個か参考例をいただきたいです。曖昧な表現って言えば。曖昧な表現ちょっと難しいですね。なんかご飯食べてあんまり美味しくなかった時とかに、あ、これ面白い味ですねみたいな。それは言う？ああ、言うかも。知らんけど。言うかも。でも知らんけど、もうあれちゃう。曖昧？確かに。もう若いなっていう。知らんくせに言うなっていうやつね。すいませんでした。最近ならではのね。すいません。まあね、こんな感じで。ちょっとさ、頑張ってんねんから笑わんといてくれる。日本人が的について考えてみたということで、日本人ってまた今度ご飯行こうとか、また遊ぼうって言うけど、実際はまたみたいな。そのまたって実現されるのみたいな風に、外国人の人は思ってる人が多いらしくて、じゃあそのまたはどれぐらい本気なのかということを日本人が日本語について真剣に考えてみようと思います。または7割は永遠に来ないと私は思ってる。3割はほんまにまた今度どっか行こうなとかあるかなとは思うけど、またご飯行こうねないけどみたいなそういう感じ。でも私は半々ぐらいかな。半々。まああるかな。まああったらいいなぐらい。結構実現してる時もある。で、ほんまに建前で、話を終わらせるために、またご飯行くな。ほんまにまた行くな。で、ほんまに何もない時もある。半々かな、私は。本当になんていうの、また行きたいなって思ったら、じゃあ次いつ空いてる？またそう。いつバイトあんの？とか、なんかその相手の絶対決まってるスケジュールを聞くかも。なんか何曜日授業あるの？とか。わかる。かといってなんかまたご飯行こうって言われたからって言って、この人行く気ないんだって思うことはないと思うし、それはケースバイケースだから、難しいところではあるよね。でもなんか約束をしてて友達と遊びに行って別れ際に今日楽しかった、ありがとう、またご飯行こうなって言ったら、それは別に建前じゃなくてほんまに行きたいって思ってるし、でも、だからといってじゃあ次いつ空いてるとはならんからなんやろ、ほんまにケースバイケース難しいな。うわーむずっ。なんか、男子と女子でも違うんかなと思って。女の子の方が実現度低いイメージはある。腹黒いからな。ここにいないから。そうだ。なんか男子の方が言わなさそう。女子は建前で、またご飯行こうなとかって言うけど、そう。本当ご飯行こうって一生来ないやつ。YouTuber だな。まあ、あくまでも想像ですけど。付き合う前とかやったらさ、やっとご飯行けたってなって、またご飯行こうなって相手に言われたら、じゃあ次いつしますって聞くやんか。でそこでだって、はい、またお願いしますって言ったら多分そのまたは永遠に訪れないから。脈なし。それで、確かにまた付き合う前とかで、また行こうなって言われたら、ちょっと望み低いってこと？またって言われて、日程を聞かれへんかったら望みが低い気がする。駆け引きやな、偉い。なんか確かに。会ってる間にさ、なんかいろんな話するやん。なんか、この前行ったカフェがさ、とかさ、この映画がさ、とかって言ってさ。で、そんで、なんか相手が乗ってきたら、じゃあ今度行こうよってなるじゃん。なんかその時に、なんか、じゃあいつ空いてるみたいな話をする。私的に。で、帰り際の何気ない、なんか、また行こうねっていうのは、その、
社交辞令も含んでるかもしれないし、本当にそう言ってるかもしれないっていう、なんかもう、マリナが言ってた50-50みたいな感じかなって思うけど、そのなんていうの、具体的な、何小山いや、めっちゃわかる、めっちゃわかる、それよ。なんかここ行きたいね、今度行こうよっていうのは結構なんか再現性高いっていうか、こうぼんやりとまた遊ぼうとかまたここ行こうっていうのよりは、またどこどこに行こうっていう特定の場所とかものがあったら実現する可能性は高い。最後、実現性低いのだけ1個言っていい？中学校、小学校の時の全然会ってない同級生と電車で会いました。久しぶり、元気や。最近何してるん？おいなあかんわ。またご飯行こなは絶対行かん。絶対か。行く時もあるかもしらんけど、多分行かん。バイバイともう同等やで。バイバイ。最後の決め台詞みたいな。わかる。はい、びっくりした。はい。ということで、まず日本人が使うまたご飯行こうとか、また飲みに行こうっていうまたに関しては、可能性的に言うならば、50% と 50% っていう感じで、じゃあ実際そのまたが実現されるのがどういう時かっていうと、一つ目は実際に遊びに出かけた時に言うまたには本気度が高い。ほんまに遊んでみて楽しいなと思ったから遊びに行こう、またご飯行こうっていう風になるっていうのと、もう一個実現性が高いのは、特定の場所に行こうっていう時にまたどこどこ行こうっていう風に使ったら、それはほんまに行こうっていう本気度が高い。で、実現性が低い時は、帰り際にただただ社交辞令とか建前とかでまた遊びに行こうって言った場合は、あんまりただ挨拶としてしか使ってないとか、久しぶりにたまたま会った人に言うまたご飯行こうもんを本気では言ってない。言ってる場合もあるけど、言ってない。はい。ということで、今日は日本人が使うまたがどれぐらい本気なのかということについて日本人同士討論してみました。あんまり日本人が言うまたを信じない方がいいかもしれません。これからも日本人が使う曖昧な表現についてまたみんなで討論していきたいと思うので、また見たいとか面白かったよって人はチャンネル登録ボタンと高評価よろしくお願いします。で、私たちはTwitter、Instagram、Facebook でも SNS で配信してるので、YouTube では配信してない内容もそっちには上げてたりするので、ぜひフォローお願いします。はい、ということで本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。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 バイバイ。